はい、皆さんこんにちは、高本です。今日はですね、大阪の方にやってまいりました。この後ろが7月の26日に新しくオープンする Apple ストアの Apple 梅田ですね。今日が7月24日木曜日なんですけど、先に店内の様子を見させていただけるということだったので、新幹線乗って大阪までやってまいりました。現在 Apple 直営の Apple ストアについては全国で10店舗となっていて、今回 Apple 梅田が新しくできることによって全部で11店舗になるようです。関西圏だと大阪、心斎橋と京都に続いて3店舗目ということみたいですね。今日は一足先に Apple 梅田見せていただけるみたいなので、中身しっかり見ていきたいと思います。入れる。おお、すげえ。なんか別に何もしてないのに別にすごい。豆さんこっち2003年に日本で最初の Apple ストアをオープン。2004年には大阪初のストアをオープンして以来、私たちは全国のお客様とのつながりを築いてきました。そして今日、新たな一歩をここ大阪で踏み出します。Apple 梅田は大阪駅の目の前の絶好のロケーションにあり、地域にお住まいの方はもちろん、通勤・通学の方や観光で訪れる方々にもご利用いただけるストアです。このストアには171名の素晴らしいチームが揃っており、今週土曜日から私たちは世界中から訪れるお客様をお迎えします。それでは Today at Apple の紹介です。iPhone で魅力的な写真を撮ろうというセッションがあるんですが、そのセッションをですね、関西大人気 YouTuber マメさんと一緒にセッションやっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。このままいっちゃいましょうか。はい、ありがとうございます。せーの、3、2、1、Welcome to Tonight Apple！3つ目、マメさんが今から、内容を言ってくれるので、何が正しくて何が嘘なんだっていうのを皆さんに当てていただきたいと思うんですけれども、いいですか？なんかね、とかいいえとかでね、やってもらうと。マメさん、じゃあ1つ目から言っていただいてもいいですか？はい、僕のことも大体知ってる中、YouTube 見てくれてる方もいらっしゃると思うんですけれども、そんなネットにはあまり載ってない僕の特技といいますか、クイズ形式でお届けしたいと思います。はい、楽しいですね。後ろの地名を、興味津々ですね。はい、3つあります。どれが事実なのかというクイズですね。はい、A、Apple 製品のお風呂タイムを設けて毎晩洗っている。B、街でつけている AirPods が本物か偽物か一瞬でわかる。C、フリック入力は1文字 0.3 秒で入力できる。はい、正解は全部です。全部でした。ありがとうございます。これ新世界ですね。大阪といえばの雰囲気が漂っている非常にカオスな街並み、むちゃくちゃした街並みの街なんですけど、これでもね、写真としてはまあまあいいかなと思うんですけど、これはまだ実はカメラコントロール使ってません。で、カメラコントロール使うともうちょっと雰囲気のある写真になりますよというのを今からご紹介したくて、これはまずどうやって撮ってるのかというと、普通に iPhone 構えて目線の高さでタッチしてシャッターボタンを押してね、撮ってるんですね。そうするとこういう写真が撮れるんですけど、カメラコントロールをじゃあどう活用するのかというと、こうグッともう限界まで手を伸ばしてあげるんですね。そして画面はでも見えてるんですよ。この状態でズームかけます。思いっきりで望遠にするんですね。そうするとこういうぐちゃぐちゃした場所とかカオス的な看板がいくつも立ち並んでいるような場所を圧縮して表現できるから、よりインパクトのある絵になります。で、さらに、細かい設定に明るさだったり、絞りだったりを変えていただいて、で、シャッターを押すと、
ありがとうございます。こういう写真にいいねあります。さっきよりとね、随分と雰囲気変わって、いい味が出てるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。豆さんありがとうございました。ありがとうございます。はい。というわけで、とりあえず説明をお聞きしたので、ここからは店内の様子を、ちょっとお届けしたいと思います。入り口から順番に行きましょう。ちょっと入るとこからやります。まず入り口から、26日の午前10時オープンということです。お近くの方はぜひ行ってみてください。で、入ったらすごい広い感じで、左にも右にもスペースが広がってます。じゃあまずは左側見ていきたいと思いますが、左側は iPhone がずらっと並んでますね。で、今の目の前の大きなディスプレイ看板は MacBook Air ですね。この羽が可愛いですね。じゃあ次行きましょう。で、この左のスペースが AirPods ですね。AirPods Pro だったり、AirPods Max が並んでますね。AirPods Max も視聴できるようになっています。ちゃんと Type-C モデルですね。じゃあここからは左手側行きましょう。こっちの方は一応ピックアップカウンターみたいになってて、こんな感じでこう商品の購入の手続きとかができるようなテーブルかなと思うんですけど、こんな感じでちょっとバーみたいな感じで椅子がたくさん並んでます。ジーニアスバーに潜入しました。はい、今初めてジーニアスバーの中に入れました。このカウンターの内側ですね。ここで修理の受付とかをやったりするらしいんですけど、特別にこの中にも入らせてもらいました。なかなかね、目の前まで来ることあってもね、中に入れることなんてないと思うんで、すごい貴重な体験ですね。天井も結構高くて開放感ありますね、ここ。どこサムネにしたらいいかわからんな。ここがピックアップカウンターですね。この辺にデモ的な感じで iPhone のケースとか並べてくれてます。そしてこのスペースの真ん中の方にもたくさんの机や椅子が並べられているんですけど、この机、椅子がいろんな体型の方に合わせやすいように適用できるように、椅子の高さとか机の高さが結構いろんな種類が用意されているということでした。ここの机は結構高さ高めなんですけど、こっちの手前の机とか結構高さが低いんですよね。机高い方座ってみると、こんな感じの高さの机、椅子なんですけど、こっちはなんていうかな、バーのカウンターみたいなぐらいの高さかなと思います。逆にこっちの方の机だったり椅子は、こんな感じで結構低め設計ですね。小柄な方とかはこっちの机、椅子で対応してもらえるのかなと思います。この辺ですか？もうちょっと上、この辺。はい。なるほど。これ面白いですね。お家に欲しいですよ。やっぱデスク上の電源タップってなかなかね、散らかって見えるんで、どうにかしたいですけど。これいいですね。これって普通に店来た時も触っていいんですか、この辺って。もちろんです。いいんですか、これ。自由に使っていただけます。そうなんですね。いや、なんか別に触ってるだけでも面白いですね、なんか。そしてこのピックアップカウンターの方から左手側ですね、回ってみると、ここに Mac のアクセサリーとかですね、いろんな小物類が販売されています。マジックキーボードの、これは点キー付きのモデルですね。で、こっちは点キーなしモデルですけどね。この点キーなしモデルもね、ブラックカラー出てくれたらいいですよね。このあたりはこういったハードディスクの動作とかも実際に確認ができるようになってるみたいです。で、隣の方は iPad 系のアクセサリーですね。iPad 本体からマジックキーボード、あとはスマートキーボードフォリオとか、そういったところも全部用意されてるみたいですね。で、こっちの方は iPhone アクセサリーで、
エアタグやら充電器やらが置いてるって感じです。ここは Apple Store でよく見る光景って感じですね。ケースが綺麗に並んでます。で、そのまままっすぐ行くと Mac があって、左手側がビジョンプロの体験ベースとかがあるところになるみたいです。ここも Apple Music とかオーディオ系の製品が置いてますね。Apple 純正と Beats 製品がずらーっと並んでます。やっぱ Beats 製品はカラフルで可愛くていいですね。で、そのまま先に進んでいくと、で、この店舗の一番の目玉になっているのがこのビジョンプロのスペースみたいですね。ここがビジョンプロの製品に合わせて作られたスペースとなっていて、今までは Apple Store があって、その中でどの製品を展示するかっていう風な方法だった。ビジョンプロが出た時に体験スペースを確保するっていう風な形だったらしいんですけど、ビジョンプロがある状態で作られた店舗ということで、このビジョンプロの体験専用スペースがあるっていうのが、国内初の店舗になるみたいです。ビジョンプロはたまに体験の内容がアップデートされてたりするので、僕体験2回やったんですけど、内容が違って面白かったですね。せっかくなんで座ってみようと思いますけど、よいしょ。こんな感じですね。なんか、ホテルの休憩室みたいな、ラウンジみたいな感じになってます。で、ちゃんとこういったところになんか道具とか置けるような台もあったりしますね。ビジョンプロの体験ね、普通に面白いんで、お近くの方はぜひ行ってみてください。ここめちゃくちゃいいです。そして、ビジョンプロのスペースを出て、さらに左に行ってみましょう。こっちの左の方に行くと、Mac の展示スペースって感じですね。こんな感じで iMac がたくさん並んでます。あと Mac Studio もありますね。初めて実物見たかも。どうか。僕は MacBook 派なんですけど、iMac とかやっぱり実物の色見ると可愛くていいですね。もうオブジェ的な感じで家に置きたくなるな。そしてさらに奥に行ってみると、ここにはホームポットシリーズが置いてます。僕の家ホームポットミニはあるんですけど、ホームポットの大きい方もちゃんと置いてますね。あと Apple TV とかもこちらにあります。Apple TV のリモコン初めて触ったな。こんな感じなんだ。ひんやりして気持ちいい。そしてさらに先に行くと、この辺は Apple Watch ゾーンですね。Apple Watch の交換バンドがたくさん並んでます。Apple Watch の純正のバンドとか、こんな感じで実物が見れるのは Apple Store だけかなと思うので、お近くの人は羨ましいですね。なんかめっちゃカラフルなスポーツバンドとかありますね。そしてさらに先に行くと、こっちにも iPhone のアクセサリーが売ってますね。この辺にもベルキンの充電器とか、あとはサテチのスマホアクセサリーが並んでいます。からさらに奥に行くと、こちらも iPhone ケースがあって、左側が iPhone。そして、ここがね、すごいガラス張りで開放感があります。なんかあの辺記念撮影してる人もいますね。こっち側も入り口になるみたいなので、こっちから入ることもできるようになってますね。で、こちらの方には iPad Air かなの、広告が大きく表示されてる感じです。多分、梅田駅の方から歩いてこようと思ったら、この辺を通ってくることになると思うので、最初にここの入り口と、この iPad Air の大きな広告が目に入るんじゃないかなと思います。で、この辺は Apple Watch のバンドの実物をつけながら体験できるスペースですね。この Apple Watch 用のテーブルもこっちにも1個あるし、こっちにも1個あるので、なかなか Apple Watch にもすごいスペースを割かれてるなっていう風な印象ですね。ちなみに僕はシリーズ10を使っています。そしてこの辺りの、Mac を横目に過ぎていくと、これでだいたい店内一周ぐるっとできるかなって感じです。かなり広いですね。あと、この店舗の左側がこのグランフロント大阪と面してる部分については全部ガラス張りになってるので、こっちの方のスペースはやや細長いスペースにはなってるんですけど、かなり開放感があって、すごい綺麗な店舗だなって感じです。はい。というわけで今回は Apple Store 梅田の店舗の様子をお届けしました。
こんな感じで広々盛りだくさんの店舗になっているので、お近くの方とか、大阪近くに来られた方はぜひ立ち寄ってみてください。というわけで、今回はこれで終わろうと思います。また次の動画でお会いしましょう。